同人ゲーム語り部です。このチャンネルでは同人ゲームを対象に毎回一つのゲームを取り上げ、紹介、考察等をしていきたいと思います。作品紹介はこのような感じで進めていきます。ちなみにフリーゲームも同人ゲームとして扱っています。なお、毎月最終土曜日の18時に更新を予定しております。今回紹介する作品はこちらです。クズ鉄まとうでもな。フリーゲーム制作サークル、黒飴工房、作、第7作目にして2022年にフリーゲーム大賞を受賞した作品。クズ鉄にまみれ季節も崩れ、荒廃した世界観、その中で生き抜く人間と魔族の共存を描いた物語が特徴。戦闘は2回行動とクリティカルの発生が鍵を握る。スクールデフォルト戦闘がベースでありながらも、爽快感のあるゲームシステムに仕上がっています。それではまず、ストーリーの概要から説明します。冒頭の紹介に止め、ネタバレは控えます。ご安心ください。魔導文明の果てに、黄昏の時代を迎えた世界。あなたは人類の行く末を担う次期魔王候補に抜擢され、従者の少女、ボダネ、と共に、体感の儀を執り行う、北の果ての塔を目指します。栄光の時代を終えた世界では何もかも救うことはできないし、思うような結果にたどり着かないこともあるでしょう。それでも、クズ鉄にまみれた世界の中で綺麗な灯火を見つけられることもあるでしょう。終わってしまった世界はどうしようもないけれど、あなたとロダネにはできることがある。そんな旅路を行く探索型 RPG です。続いてはキャラクターの紹介に移らせていただきます。まずは魔王様、本作の主人公。次期魔王候補に抜擢され、体感の儀を行うべく従者ロダネと共に黄昏の地を巡ることになります。いわゆるドラクエ式主人公型を採用しており、選択肢による発言以外は基本喋りません。主人公イコールあなたです。ボダネ、魔王様の従者。少し幼いところはあるものの、魔王様の従者として家事から探索、戦闘まで様々な世話を担当します。いつも明るいムードメーカーの役割でもあるため、彼女の存在で救われたプレイヤーもいるでしょう。良い清涼剤だと思います。お次は戦闘システムについて解説します。戦闘キャラクターは魔王様とロダネの2人と少なめ、どちらも常時2回行動というのが特徴。本作のバトルの鍵を握るのはクリティカルとカウンター、特にクリティカルの扱いが最重要。本作はクリティカルの発生率が普通の RPG と比べて高め、発生ごとに3段階まで威力が高下、確率で行動回数も増えます。カウンターも重要な要素の一つです。反撃率や反撃回数というパラメータを高めることで、圧倒的な手数で押し切ることができます。2回行動、クリティカル、カウンター、これらの要素をうまく使いこなし、戦闘を楽しみましょう。戦闘システムの紹介は以上です。ここでは戦闘以外の要素についても解説していきます。まずは RPG の定番、スキルツリー、レベルアップなどで貯めた AP を使用して新しいスキルを習得します。他の RPG でも多く取り入れられる要素ですが、本作ではかなり自由度の高いスキル習得が可能です。奥にあるスキルでもそこまで必要 AP は高くありません。また初期状態でもどんなスキルが習得できるかを確認することが可能です。ご覧の通り本作には4つの武器があり、各武器に応じたスキルが使用できるので、気に入った武器系統のスキルを覚えていくと良いでしょう。魔導砲2ロマンを感じその領域だけ先行して制覇する、そういった習得順序も可能な仕様になっています。次に、
装備関係についても見ていきましょう。本作は装備できるアイテム数が多め、武器が2個、アクセサリーが10個も装備可能です。ところで、防御力という RPG 定番のパラメータがないことに気づいた人もいるかもしれません。これは、攻撃力がそのまま防御力を兼ねているためです。世界観構築に一役買っている要素も紹介します。本作の特徴として、アイテムやスキル、図鑑、その全てにコメントがついています。また、ゲームを進めると解放される Tips もあります。最後に中継イベントについても触れましょう。ストーリーが少し進行することに、拠点で休憩をするとちょっとした会話イベントが発生します。ストーリーに直接の影響はありませんが、AP 取得とパラメータの上昇の効果があるので、積極的に利用した方が良いでしょう。何よりも、この荒廃した救いがたい世界においてロダネとの会話は良い清涼剤になること間違いなしです。ここでは本作の評価すべき点を挙げたいと思います。まず評価すべきはスクールデフォルト要素を多く残しつつ、それでいてオリジナリティを感じる戦闘システム。戦闘システムの紹介でも解説しましたが、このゲームはとにかくクリティカルが頻発します。クリティカル発生時の独特な効果音と圧倒的な威力、その上攻撃回数増加のおまけまでつくため、パターンに入った時の爽快感はかなりのもの。カウンターについても面白い仕様です。カスタマイズ性の高い装備システムも幸いして、反撃回数はなんと最大で10回以上。ここにボタン入力によるゲームスピード高速化の機能も相まって、普通のデフォルト戦闘にはない爽快感を感じることができます。ところで、パーティメンバーが2人で固定ということに戦略の幅が広がらないことを期待されるかもしれませんが、そんなことはありません。それにはまず、2人とも常時2回行動が可能なことに加え、戦略性のある4種類の武器スキルの存在が大きいでしょう。単純な行動回数は4回で4人パーティ生と同数ですし、SP を使用した生成スキルや防御スキルもあります。もちろん回復アイテムなども連続で使えます。しかも前述したように行動回数が増加することもあります。これらを組み合わせることで通常の4人パーティとさほど変わらない戦略性を実現できるのです。独特な世界観設定も評価したいところ。本作の特徴として、主人公は魔王様という肩書きはあれど人間から恐れられるような存在ではなく、むしろ人間に近い親しい存在として描かれています。そして体感の儀を行うべく黄昏の地を巡る中、荒廃した世界でたくましく生きる人間たち、それがよく描写されていると思います。また、世界観を補足するためのロダネの一言目も、この作り込みにも大変驚きました。アイテムやスキル、図鑑で表示されるロダネの一言は、もはや一言と言えないほど丁寧に書かれています。加えて、何の変哲もないようなただのオブジェクトにもロダネの一言は発生します。こういった細かな気配りが世界観の構築に一役買っているのだと思います。印象作品でもここまでのご利用はなかなか見られません。BGM や SE も全体的に良質なものが多い印象でした。この曲は自分の好きな戦闘曲の一つです。荒廃した黄昏の世界でありながらも、特に戦闘においては哀愁漂う曲や情熱あふれる曲が多く、バトルを盛り上げます。このバランスが不思議と作品とマッチします。ところで、もう一つの特徴として本作を含めて黒飴工房の作品は全て緩くつながっているそうです。まるでドラゴンクエストシリーズですね。現時点で黒飴工房の作品はなんと第7作、現在は8作目を制作しているようですが、世界観を大事にしていることがよく伺えます。私は本作から入ったこともあり、そのあたりのつながりがピンとこなかったので、仕方ないとはいえ少し残念でした。近く他の作品もプレイして保管したいところです。最後に紹介する評価点は、本作が使えるメッセージ性です。
これは本作の紹介動画を作成するか検討するにあたり、最後の決め手と言ってよいくらい大きなものでした。よくゲームを遊ぶ人はわかると思いますが、単純に楽しむための作品もあれば、物語を通して制作側の思いを伝える作品もあると思います。そして本作は後者に該当します。いえ、正確に言えば前者だと思っていたら後者だった。そういうのが正しいかもしれません。というのも、本作を最後までクリアした私はどこかにモヤモヤしたものを抱えていました。伝えたいものがあるようで、感じ取れない微妙な感覚を。そしてその答えは作者様のブログで明かされました。答えを明かす前置きとして、このように書かれてました。皆さんが新作を手に取って、なんか引っかかるな、と言ってる矢先に、こういうことだよ、と言って、立つ鳥跡を濁すための手段を用意しておいたわけですね。ということで、どうやら私はまんまと作者様の術中にはまっていたようです。前置きはこれくらいでそのメッセージ性について解説を、と言いたいところですが本動画では詳細は明かしません。それには2つ理由があります。1つは、ネタバレ満載の内容であるため。もう1つは、人によっては不快に感じられる表現が含まれているかもしれないためです。このブログはフリーゲームのあり方にも言及しています。このような理由から、本動画で詳細を伝えるのは控えます。とはいえ、個人的にはとても納得感のある記事でした。特にフリーゲームをよく遊ぶ人は一読してほしく思います。ここからは問題点を述べたいと思います。なお、公式のアンケート結果も参考にしています。まずは、戦闘バランスに関してです。これまでに紹介しましたように、本作はクリティカルの発生率が標準的な RPG と比べて非常に高いのが特徴。しかしそれは味方側だけに言える話ではありません。敵側も全く同じことが言えます。戦闘難易度も高めに設定されているため、結論としては戦闘バランスが大味であることが多く指摘されています。チュートリアルボスが倒せず止めた人もいるそうです。この指摘は確かに私も賛同できる部分はあります。ただ、個人的にはそこまでマイナスとは感じていません。大前提として、本作は難易度が大幅に調整可能です。プレイすることを苦痛に感じるようであれば、まずは難易度を下げれば良いのではと思います。また、本作は全滅によるデメリットは皆無と言えます。全滅後も気軽にリトライできる仕様です。さらにどこでもセーブも可能。RPG によくある全滅での台無し要素はありません。多少運悪くなってたとして、すぐやり直せば良いのです。最後にもう少しだけ付け加えさせてもらいますと、前述したように本作はキャラクターのカスタマイズ性が非常に高いです。このカスタマイズ性の高さを生かせば、大味なバランスもある程度緩和できるのではというのが個人的な意見です。次に、ストーリーについての指摘。本作は、ストーリーはあるものの、全体的にややあっさり系で、イベントシーン一つ一つが短めで割と淡々としているような印象を覚えました。またストーリーの構成上、大筋は過去話が中心、現在にあたって大きな変化がないことも淡白に感じた理由なのかもしれません。世界観の補足として各地に散らばった手記を多く手に入れられますが、これらも能動的にチェックする必要があり、人によっては面倒に感じるでしょう。キャラの少なさも影響しているかもしれません。本作はプレイヤブルキャラが魔王様とロダネの2人だけ。トータルでの登場キャラは多いもののパーティー入れ替えがなく、味方側に変化が少ないのも影響したかもしれません。このような理由で、ストーリーを楽しみたい人にとってはやや物足りないかもしれません。ちなみにこの問題点は作者様も把握しているようです。アンケート結果にはこのように大変納得感のある回答をいただいています。総評に入ります。クズ鉄の塔でも名は丁寧に作り込まれた世界観と、デフォルト基準でも戦闘の爽快感が特徴のゲームです。キャラカスタマイズ性も高く戦略性が高い一方で、難易度変更が自由なので誰でも遊べると思います。問題点はありますが、許容できる範囲だと思います。個人的には、
作者様の後書きも一読していただけると嬉しく思います。お疲れ様でした。本動画の紹介は以上です。興味を持ちましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。動画作成の励みになります。ご視聴いただきありがとうございました。